はい、皆さんこんにちは。CISM の渚です。今日は、カナダに留学中の小太郎くんに少しインタビューしていこうと思うんですけど、日本から先日ね、カナダに帰ってきて、今2週間の隔離生活中で、その様子についてちょっと聞いていこうと思います。よろしくお願いします、小太郎くん。よろしくお願いします。高校2年生の小太郎です。お願いします。お願いします。カナダにはどれぐらい今留学してますか？1年ちょっとぐらいです。1年2ヶ月とか。ちょっとどれぐらい日本に帰ってたかな？いやもう、コロナ休みで4ヶ月とか、4ヶ月。夏休み合わせて。そうなんや。じゃあ、なんか今ね、特にこの時期、小太郎くんみたいにいっぱい日本からカナダに帰ってきてる留学生とか、いっぱいいて、すごく質問たくさん受けるんですよ。なんか空港ってどんな感じとか、隔離ってどんな感じっていうのを聞かれるので、小太郎くんが実際隔離して、日本からね、帰ってきて隔離してるので、質問していこうと思います。まず、なんか、日本から出国するときに、なんか、エアラインのカウンターっていつもと違う質問されたこととかってありますか？いや、特にされたことはないです。いつもと同じ感じだった。はい、いつもと同じ感じです。じゃあ、こっちの、バンクーバー空港に着いたと思うんやけど、バンクーバー空港ってなんか違う様子だったとか、なんかいつもと違うこと聞かれたとかっていうのはある？はい。なんか、税関で、その、隔離先の住所とか、隔離先はトイレとかお風呂とか、そのホームステイ先の方と別ですかとか、2週間のその隔離を破ったら罰金とか刑務所に行かないといけませんよみたいな説明を受けました。なるほど。なんかいつもとは違う書類が必要だったとかありますか？必要でした。それは飛行機の中で客室乗務員の方からもらって書きました。なんか連絡先とか隔離先とかの住所。はい。なるほど。なんかこの質問すごくいっぱい受けるんやけど、カナダに入国するときに、オンラインでの授業だけですかとか、どこの学校でどれぐらい対面授業があるんですかとかっていう質問とかはされなかった？はい。何もされませんでした。どこの学校に行ってるとどこにステイしてるっていうのが大体質問されたこと、他には何もなかった感じ。そうなんや。じゃあ、空港じゃあ出て、でそこから今の隔離先っていうのはどうやって移動した？タクシーで移動しました。タクシーはじゃあ乗っていい？はい。今なんか今2週間いる隔離場所はいつものホームステイ先とは別の他の隔離先、ホームステイのところで隔離してるっていう風に聞いたんだけど、それはなんでなったの？いつもと別のところでステイしてる。それは、その学の決まりでなんか、ちっちゃい子と60歳以上の高齢者がいるところはステイできませんよっていう決まりがあって、はい。でそれで高齢者の方がいたので、ちょっともうそこはダメですよってなって、他のホームステイ先に。なるほど。じゃあその2週間はどんな風に過ごしてますか？なんか寂しくないですか？大丈夫ですか？いや、大丈夫です。YouTube とか Netflix とか見て。なるほど。なんかおすすめのショーとかありますか？やっぱりその学校に行くんで、英語の耳を鳴らすっていうわけじゃないんですけど、それもあって、はい、リスニングを鍛えるためにThe Walking Dead っていうそのアメリカのアニメとか、アニメじゃなくてドラマとか見てます。映画ね、私も大好きです。それ6シーズンぐらいあるから多分2週間いけるね、ずっと。
じゃあ結構充実した隔離生活になってるみたいですね。よかったです。じゃあなんかあと皆さんにコメントありますか？これから帰ってくる人に、日本から帰ってくる人に、日本からカナダに帰ってくる人に何かありますか？最後に。最後にっていうかお土産とかはそのもう空港で買おうと思わないで、その前に買っていた方がいいです。あとご飯も国際線とかもう全部閉まってるんで、1店舗しか空いてなかったんで、そっか、じゃあもう先になんか弁当とか買って持ってくるかって感じした方がいいと思います。食べといた方が。羽田空港から飛んできたんかな？はい、羽田空港からです。この国際線も全部閉まってて、お土産屋さんもレストランも開いてないみたいな状況なんやね。で、セキュリティ通過してからのさ、何やっけ、なん免税店とかも全部閉まってるやろ。知ってた？めっちゃびっくりした。もう真っだからもうびっくりしたもん。ジュースだけ買って、ジュース飲んでなんとかしないと。ひもじい思いしてた、かわいそう。めっちゃ笑何食いっい。ぱい。もうお土産食べようかなってぐらい腹食べてないけど。食べてない。お土産。それはすごいいいアドバイスです。皆さんじゃあお土産とお弁当はあらかじめに気をつけてください。気をつけてください。はい、じゃあ小太郎くんに、質問してみました。今日はありがとうございました。貴重なお時間。ありがとうございます。これからもじゃああと何日残ってますか？あと9日ぐらいです。9日？まだ9日。はい。しっかり、ネットフリックスでリスニングの練習をして、充実した、隔離生活にしてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。